次にね、スペインの話。はい。これバルセロナなんですけど、バルセロナって昔、今はね、もう本当に観光地として有名になって、で、人件費もね、それなりに高いんで、今、生産拠点っていうイメージは皆さん持ってないと思うんですけど、10年、20年ぐらい前なんかは、結構、生産拠点っていうね、日系企業も、ソニーとかね、はい。シャープとかがテレビ作るのに出ていて、はい。で、それなりに生産っていうのも盛んだったんですよ。で、私もそういう会社によく訪問していて、で、バルセロナ行くのが非常に楽しみだったんですけど、それでね、そのソニーのはい。人たちが、もう今のソニーの人たちに聞いてもわかんないと思うんですけど、昔のテレビがはい。一つのビジネスのね、主体だった頃のソニーの人たちが、いろんな国に工場を持っていて、でいろんなはい。国に転勤とかで行く、転勤というか、駐在っていう形で行くんですけど、で、はい。そのソニーの人たちが世界で一番行きたい工場っていうのが、当時はね、バルセロナの工場か、タイにも工場があったと思うんですけど、タイの工場っていうことで、その2つがね、もう一番人気で、ここに行けると本当に幸せな生活ができるっていうのが、彼らの言い分で、それってソニーさんだけじゃなくて、いろんな企業がそういうバルセロナに行けるっていうとね、いいっていうふうに感じたと思うんですけど、とにかくはい。食べ物は美味しいし、気候ははい。いいし、で、う人も、ん。スペイン人ってそれなりに陽気だし、そんなにね、当時は生活も高くなくて、レストラはい。ンとか行ってもね、信じられないぐらい安かったですよね。なんか30円で、なんかこう、つまみが1個食べられたりとかね、そんな感じだったんですよね。で、マグロはい。のトロなんか、地中海で取れるマグロのトロなんか市場に行けばね、本当に捨てるような、もうなんか、通ってるだけでこれいらないとかってくれるぐらいな感じで、今はね、もうスペインでもトロってもう高級食品になってるんですけど、そんな感じでだったんですよね。で、海も近いし、もう本当に私の中でもヨーロッパの中で一番お気に入りの街の一つではあるんですけれど、で、バルセロナもいくつか観光スポットというか観光地域というか、日本でいうとなんか上野とか銀座とかそういうような感じで観光スポットみたいなのがあるんですけど、はい。その中の一つにポルトオリンピコっていうのがあって、これもう本当にポルトって港っていう意味なんですけど、バルセロナってね、バルセロナオリンピックがあった時に非常に街の政策というか、こうはい。一気に建設というか近代化の設備を入れて、あれではい。大きく変わったっていうふうに言われてるんですよね。古いもの、有名なのでいけばガウディの建築物ですとかってはい。いうのと、それは街の中に見えるし、それと同時に近代的な建物っていうのも融合されて、そういう意味でもね、すごく魅力的な街なんですけど、で、そはい。のオリンピックの前は、スペインの中で大きい街だったんですけど、それなりにそんなに裕福な街じゃないっていうふうに言われていたんですけど、今はもう完全にオリンピックをね、契機として、本当にリッチな、もうヨーロッパの中のどこの街と比べてもリッチな街っていうふうにはい。はい。変貌を遂げて、そういうイベントをね、うまく政治の方々が活用して経済を発展させるっていうのはね、非常に難しいのかもしれないですけど、その政治はい。家の手腕というかね、そういうことで、東京オリンピック今後どうなるか分かんないんですけど、はい。うまく活用してさらにね、東京がいい街になってくれればいいかなと思うんですけど、今はい。そのポルトオリンピコっていうところに港沿いにレストランがいっぱい並んでるわけですね。これもうどこに行ってもそういうイメージつくと思うんですけど、はい。で、じゃあそこ有名だからそこでご飯食べようよねって私行き始めた最初の頃なんですけど、で、はい。タクシーで行っていて、で、大体タクシーの運転手さんにどこが美味しいのっていうふうに、聞いてみるわけですよ。そうするとタクシーの運転手さんが、このレストランだっていう話になって、で、それってかなり奥まで行かなきゃいけないんですね。ポルトオリンピックを入っていって、で、はい。海沿い歩いていって、海沿いというか港沿い歩いていって、最後の方にあるレストランが始まって、いっぱいレストランあって、そこに客引きのお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいっぱいいるわけですよ。どうですかどうですかとか言って、スペイン人って人懐っこいんで、こう抱きつかれて、可愛い女の子に抱きつかれて、入りましょうよみたいな話えになー。って、その誘惑に勝たなきゃいけないんですけど、で、誘惑に勝って最後まで行くと、はい。このお店があって、スペイン語でえー。行くとね、なんか、カングレージョロコ
っていう狂ったカニっていう意味なんですよ。はい。で、このレストランがあって、で、2階建てなんですけど、2階に行くと海が見えて、非常にロマンチックだというかね、景色もいいし、なんはい。で、ぜひね、スペインのバルセロナ行って、おそらくポルトオリンピックも行くと思うんですけど、はい。この辺りのレストランは大体こんな感じで外観も綺麗なんですけど、一つね、いいとこを選んで、こういう景色を見ながらリッチな雰囲気に浸っていただけるとはい。思います。で、はい。スペインといえば、パエリアってすごく有名なんですけど、パはい。エリア、黄色いサフランを使ったパエリアと、あとイカスミのパエリア、これ日本でも結構もう最近は出てるんだと思うんですけど、はい。小川さん聞いたことあります？イカスミのパエリア。聞いたことはありますけど、こういうふうに見たことはなかったです。はい。これイカスミを使った魚介類のパエリアなはい。んですけど、うん。でこれもう私も大好きで、はい。行けば、スペイン、バルセロナの方に海沿いに行けば、これは必ず食べる。日本でもね、富山の黒作りっていうのがあって、イカスミのはい。塩辛なんですけど、学生の頃からの大好物で、そうなんですうん、ね。あれをつまみにお酒飲んでたっていう話なんですけど、こういうレストランに行くと、お店の方が、じゃあ何にしましょうか、今日のおすすめはとかって言い出すじゃないですか。はい。じゃあ注文して、じゃあワイン何にするっていう話をしてくると、はい。よくね、言うのが、一番美味しいものを出してきてっていううん。のを言うんですよね。で、それってはい。皆さんよく言われる話だと思うんうん。ですけど、はい。で、その時に、じゃあ、大体どれぐらいの予算あるのって、海外の人うん。って結構ストレートに聞いてくるじゃないですか。どれぐらそう。いのがいいうん。のっていうふうに聞いてくるんで、そういうはい。時にはね、予算制限なしっていうふうに言っていて、もういくらでもいいはい。から一番美味しいの持ってきてって言ってうるんですん。よ。はい。そうすると、大体そんな高いの持ってくる人なくて、本当にいいお店でもね、どんなに高くても2、3万ぐらいってういう感じで、ーん。大体の人はね、本当にコストパフォーマンスのいいうん。ワインを持ってきてくれるんですよね。そこで私が勧められたのが、瓶の底がない写真があるじゃないですか。これなんですけど、これスペインのスパークリングワインで、カーバっていうスパークリングワインの一つの銘柄なんですよね。これはね、私、バルセロナに行くと、バルセロナで作ってるカーバの有名なところがあって、大体いつもそれ飲んでたんですけど、これはい。は初めてその時に飲んで、非常に美味しいなと思いながら飲んでたんですけど、で、そこはい。がこう丸くなってるじゃないですか。ワインのね、冷やすワインだと、こう、はい。氷の中につけてるじゃないですか、飲む時もはい。ね。はい。なんで、ああいう時は別に底がなくてもちゃんと浮いてるわけですよ、こうん。の瓶ね。でも、はい。酔っ払ってくると、時々それを持って、ついだ後にそのままテーブルの上にドンと置いちゃったりとかするじゃないですか。はい。そうすると、やっぱ割れるわけですよ、落ちてね。で、私をその時割って、で、何をするかっていうと、じゃあもう一本って話になるわけですよ。はい。だから私ね、この丸い底って、わざと割って次を頼むために丸くしてるんだというのが私の持論なんですよね。でそのなんか勢いに乗ってどんどん頼んで、で、お店の人と会話とかしながら、じゃあ、パエリア、イカスミのパエリア、だけどなんかもっと美味しいのってできないのっていうふうに言ううん。と、その人が、よしという話になって、伊勢はい。海老をイカスミのパエリアに入れて持ってきてくれたんですよ。へえ。で、これは特別バージョンっていう話で、普段もうやはい。らないっていう。だけど、うん。よくわけのわかんない観光客が来て、いいものいいものって言うと、いいものをもう詰め込んだみたいな話ですよね。そうですね。で、うん。地中海でも、伊勢海老、大きなエビっていくと、オマールエビと、伊勢はい。海老っていうのがあって、はい。写真でも出てると思うんですけど、やっはい。ぱりね、値段的には伊勢海老の方が高いんですよ。どこに行ってもね。うーん。なので、伊勢海老、オマールの方があっさりしていて、身もこうほぐれやすいし、食べやすいっていうのはあるんですけど、はい。伊勢海老の方が市場としては美味しいんだっていう評価を得てると思うんですけど、伊勢海老本当にね、はい。なかなか食べる機会はヨーロッパでもない。オマールエビだとね、どこに行ってもあるんですけど、そういうところに行くと、伊勢海老、なんか、こう観光客が来たからそういうことをやってくれて、うーそれもん。それでその人たちのなんか新しい経験というか面白い経験に
なるかなと思って、うんなのでね、その経験以降、こうパエリアの出したお店に行くと、伊勢海老で作ってっていうのをね、こうわがままで言うんですよね。はい。で、まあ、そのお店の人と仲良くなってくると、いや、実はこういう経験があってっていうと、そうすると、そのお店も、いや、俺の方がうまいんだとか言い出して、なんかいろいろ出してくるわけですね、美味しいものを。はい。はい。なので、結構ね、観光客としてバカなことをやって、地元の人に喜んでもらって、地元の人もね、案外気づいてない部分結構あるじゃないですか。こう昔からこういう食べ方をするから、こう食べなきゃいけないんだみたいなのがあって、それを案外変えてみると美味しかったりとかね、もうその人たちの次のメニュー作りのヒントになったりとかもするんで、現地に行けばこう現地の人のやり方に染まれっていうのも手ですけど、もう観光客としてバカなことをやってみるのも面白いかなという話です。はい。